はじめまして、あきらです。白血病になりました。こんにちは。白血病サバイバーのあきらです。で、最初入院しまして、翌日から1週間、弱い抗がん剤の投与がありまして、その後の話をですね、したいと思います。入院8日目までに弱い抗がん剤の投与が終わりまして、翌日9日目、これが1月4日なんですけれども、一応ですね、抗がん剤の投与が終わってからはしばらくの間経過観察期間ということでですね、その後白血病細胞、悪い白血球ですね、白血球などがどの程度減っていくか、そして減り切ったところからまた徐々に今度は正常な白血球が増えていくと、それを期待して経過観察をするわけなんですね。正常な白血球が増えて正常値になる。そうすると一時退院ということもあるというふうに聞きました。で、入院初日から、点滴が入る。点滴っていうのはこう手の血管にですね、針を刺してその先に管がついている。で、その管の先にジョイントがついてるんですよ。このジョイントをいくつかつけることで一度にいくつかの点滴を入れることができる。で、例えばですね、注射ですね、こういうシリンジというものですが、針がついていない注射器、これでそのジョイントの部分に差し込んで注入をする。例えば吐き止めの注入ですとか利尿剤の注入ですとか、そういったこともできるようになってるんですね。で、当初水分とあと栄養、とにかくこれはずっとつながりっぱなしになってまして、その他に抗生剤の点滴がありますよ。もちろん抗がん剤の点滴がありますよ。それらをそのジョイントの部分に接続して使っていたんですけれども、しばらくは常時点滴をする必要がないだろうということで、一旦その管の先っぽをくるくるっと丸めましてですね、手のところに網のような、ネットですね、それで固定して、使わないでいいよと。それで久々に手が自由になると、つながっていない状態になったと。それと同時にこの日からリハビリの時間というのができました。リハビリの先生、いらっしゃいまして、指導していただくと。簡単な筋トレ、あとはナースステーション周りの廊下をくるくると周回して体力の維持に努めるというような、そういう時間がありました。で、この日からそれが始まると。入院前に1週間以上高熱が出まして、あまり動いていない。それで入院してからももう1週間ベッドの上にいたというような状況で、この日、廊下の周回歩いて回る、もうすぐ息が上がるという感じでしたね。体が疲れるというよりもちょっとその呼吸の方がですね、苦しくなると。体力っていうよりは心肺機能が結構衰えてたなっていう印象がありましたね。で、翌日以降もですね、そのリハビリの時間っていうのは基本的に土日以外、それから体調が良くない時、血液検査で数値が低い時とかを除いて、基本的に毎日あったと。1月5日10日目の入院の日、この日なんかは採血が朝4本ありまして、朝抗生剤の点滴が入る。その都度手から管を出しましてですね、点滴の管をつなぐと、そういうような形で、点滴が終わるとまたその管をくるくると丸めて網で収納すると、そういうような状況が続きました。で、抗がん剤が終わったせいか
薬を飲む、数もですね少し減ってきたと。夜飲む薬が13錠とか11錠だったのが8錠に減っていると。そんな具合で白血球の数がとにかく抗がん剤で下げてるってこともありますし、感染症にかかりやすいということもありましてですね、ずっとマスクをしているんですよ。で抗がん剤の副作用で口の中が乾き気味になる、乾いてくる、それなんかもマスクをすることによって少し防げるということで、何かありませんかと病院側の方からいろいろ聞いてくださるので、要望をですね伝えてそのようになったりとかすることも結構ありましたね。で夜は相変わらず液体の下剤を飲みまして、本当小さいカップにですね数滴なんですよね。5滴とかで、ちょっと出にくかった時は10滴とか、それぐらいの量を入れまして水で薄めてクッと飲むと。そうすると翌朝とか、翌日とかだんだんお腹がですね多少緩くなって便が出やすくなるという感じですね。抗がん剤の影響で便秘になりやすくなる人がいると。自分は割とそういう感じになってたかもしれません。でも逆に下痢になりやすくなるっていう場合もあるそうです。で入院12日目1月7日なんかこれ書いてありますけど、普段は甘いコーヒーをですね結構飲んでたんですよ。仕事から帰ってきましてですね、だいたい夜8時ぐらいになってました。それからご飯を食べて、その後寝るまでの間に3杯とか4杯とか、夏だったらアイスコーヒーですね、ガムシロップ入れて、とにかくそのぐらいどんどん飲んでたんですよ。でこの日2週間ぶりぐらいでしょうかね、コーヒーを飲んだんですね。具合が悪いとコーヒーがまずく感じるのであんまり飲まない。で飲んでみたらなんか以前のような味にやっぱり感じられない、口の中の感じ方が鈍くなっている、味覚が鈍くなっているので、だからこれ以降しばらくの間はちょっとコーヒー飲まなかったですね。その後入院13日目1月8日ですね、月曜日、この日はですね、朝看護師の巡回がありまして、熱を測って血圧を測って指先の酸素量を測ると。その時に血圧80台が出まして、80台っていうと結構低いんですよね。普段だったらだいたい100ぐらいだったんですけど80台が出た。そうすると看護師さんも慌てるわけですね。ふらつく可能性があるから気をつけてくださいと。ただ血圧が80台になっても自分的にはですね、特にふらついたとか廊下歩いててめまいがしてとかそういうことは全然なかったんですね。でこの辺りから肌の乾燥、これをかなり感じるようになりました。と言いますのが、ただでさえ冬場はその湿度が下がって空気が乾燥している。でそれだけでなく、この自分が入院していた個室というのが無菌病棟、無菌室で相当ですね乾燥が強い部屋だったんですよ。それから抗がん剤の副作用ですね、抗がん剤の副作用で肌が乾燥しやすくなるというのがあるよということも聞かされてました。だからもう結構ですね、肌乾燥で細かく皮がむけたりとか、そういうことが出てくるんですね。だから本当保湿クリームを結構念入りに塗る、もうこれは塗らなきゃしょうがないぐらいになってきますね。着替えたりする時にその粉が舞ったりするんですよね。で入院14日目ですね、1月9日あたり、だいたい1日のスケジュールっていうのは似たような感じでずっと推移していきますね。朝6時に起床で、だいたいそれ以降に看護師さんが順次各病室を巡回してきて、自分の場合は熱を測って血圧を測って指先の酸素を測ってみたいなことですね。それでこの日も血圧はかなり低い80代前半になってしまったと。8時過ぎにご飯を食べて、薬を飲んでとか、
その後はまたしばらく時間があるので自主的に廊下を歩いたりとかですね、軽い筋トレとか、スクワットとか、そういったことをやったりとかして時間を過ごしてましたね。で大体お昼を食べて、お昼の後も薬があるよと、その間に何かあれば抗生剤の点滴を、その都度また点滴の管を出してですね、ジョイントの部分にはめてだいたい1時間ぐらいですよね、入れたりとかいうことでやってましたね。それで夕飯が18時頃、だいたい18時過ぎぐらいに配膳されてくる。食べて、ほどなく薬を飲んでと。でその後また点滴があったりする場合もありますけれども、基本的に就寝まで、自由に過ごせると。毎日もうこの頃22時過ぎに抗生剤の点滴が入る。寝ている時にそれされると目覚めちゃうんで、疲れちゃってる場合は先に寝ちゃってることもあったんですけど、最後の点滴が終わるぐらいまではいつも起きてましたね。1月10日入院して15日目ですね。この日もやはり朝血圧が低い、上が80代、低いのが続きましたね。ただその夜寝る前にですね、飲む下剤を飲んでいるので朝から排便していると。とにかくお通じありますかっていうことは盛んに看護師さんから聞かれました。でだからそれぐらいに排便するってことは大事だってことだったんですね。でこの辺りからもう、食事の白米が小盛りになりまして 120g ですね。それでもなかなか食べきれない感じですね。もう体をあんまり動かしてないからお腹の張りは随分緩和されてたんですけど、なかなか食べられない。もうすぐ腹いっぱいになってしまう。しかもその後に薬を何錠も飲まなければいけないので水をたくさん飲むから、もうこれ水飲んだらもう飲みきれねえやって感じになっちゃいまして、でここで書いてあるんですけど、ここ数日で体のかゆいところが増えた、肩や足にかぶれたような発疹が広がりつつあると。これいわゆる皮疹というふうに、先生や看護師さんは呼んでましたけれども、いろいろなその抗がん剤の副作用ですとか点滴を投与された影響ですとか、薬のせいもあるのでしょう。いろいろな要素が重なりましてですね、皮膚に赤い発疹ができるんですね。それで例えばジュクジュクとこうかいたら水が出てくるとか、そういったことではないんですね。とにかく赤いものがわーっと広がって、で触っても特にその時はブツブツしているとかそんな感じではなかったですが、肩とか腕とか、あとは足ですね、足の付け根あたりとかお腹ですとか、その辺に自分は結構出ましたけれども、必ずしもそこがかゆいわけではないんですけれども、だんだんとにかく体がかゆくなってきたということで、今回は入院して15日目あたりまでの、一連の入院中の流れについてお話をしました。次回は、それ以降ですね、16日目以降体にどういう変化があったかとか、そういったことをですね、またこのノートを元にお話ししたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。よし、おっさん頑張れと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお寄せいただけたら、今後の励みになります。どうぞよろしくお願いします。